今日は GTR の、ご紹介なんですが、ちょっと角度を変えて RB26 ですね、これの5台集めましたので、それぞれ1個ずつ、車を紹介させてもらいながら、どんなチューニングをしてあるか。この車エンジンノーマルです。チューニングも一番何もしてないですね。ちょっとステップアップしすぎちゃってるんであれですけれども、大体ね400馬力ぐらい、ざっくり言うとですね、この車は、エンジンフルオーバーホール済みで、ラジエーターも入ってるし、オイルクーラーとかも入ってるし、冷却系とかも全部やってある。最後に残ってるこちらの車、ニスモの、S1 エンジンの、F スポーツ仕様っていうかな、ニスモのコンピューター書き換えでチューニングしてて、1キロまでで絞って400馬力で止めてあるっていうのが、ミソ。さすがメーカーって感じです。この次はですよ、それぞれのエンジンが入って、それぞれ全部違うマフラーなので、どんな音するのと気になるよね、っていうのでやっていきましょう。じゃあ、吉君こんにちは。こんにちは。本日は10月の11日、時間は1時7分、気温は22度、第2弾ですね、やっていきましょう。今日撮る動画の第1弾は、前の動画を見てほしいんですけれども、RB26 特集ということで、第2世代 GTR に積まれている RB26 エンジンの同じエンジンでもいろんないじり方があるよと。で、こんないじり方するといくらぐらいだよとか、こんなことしてると耐久性があるよとか、そこら辺のちょっとお話を僭越ながらさせていただいたという次第でございます。で、今回はですね、もう今エンジンこうかけてますけど、エンジン温めてる最中ですけれども、せっかく5台あって、でしかもエンジンそれぞれ特性違うでしょ。そうですね。でかつマフラーも全部入ってるのと違うので、せっかくだから、マフラーのサウンドの違い、マフラーのサウンドチェックをやってみましょうということで、今日できればと思います。 OK ですか。はい、もうざっくり見ていただくと、じゃあこっちからいきますか。前回のおさらいですね。はい、この車ほぼノーマルの私の2号機ですね。で、こちらまだホームページ売れてなければ載ってるかな、33GTR、ポンカム入れてタービンは 34GTR の仕様になってます。で、400馬力ぐらいの仕様と、でこっちが GTSS が入った GTSS のタービンが入った 33GTR、 エンジンフルオーバーホール済み、これはこれから動画撮ってあげようかなと思ってます。でこっちがモーテックチューンですね、モーテック ECU、コンピューター入れてチューニングしてあって、ヘッドガスケットとかやってある仕様という感じなのと、で最後は吉井君覚えましたね。これは何ですか。どこのエンジンですか。ニスモですね、S1 エンジン F スポーツ仕様ってやつですね。24U 入れて1ミリオーバーサイズのピストン入れて、馬力を上げてるんだけれども400馬力に抑えて、耐久力もバッチリという仕様になってます。 OK ですね。なんで、今日はこの5台、まだ今エンジンですから、マフラーはそれぞれ別のが入ってますので、それのサウンドチェックをやっていきたいと思います。 OK ですね。じゃあやっていきましょう。本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあ吉井君やっていきましょう。私の大好きなマフラーサウンドチェックですね。マフラー買うときに皆さんの参考になればと思って、いつもこう一台一台動画撮ってますけれども、今日は5台まとめてでございます。で僕も3234持ってますけれども、とにかくマフラー買うときにもう死ぬほどマフラー動画サウンド見たんで、特にマインズさんのデモカーの走りなんかはめちゃめちゃ見ててですね、いやいい音だなとか思いながら何度見たか分かんないぐらい見てたんですけれども、同じことを考えてる方は多いと思うんですよ。マフラーどんなの入れたらいいかなとか、入れたけど思ったよりあれなんか音違うなとか、俺も実はその派だったんで、なんでちょっと仕様とサウンド、これ一緒にご紹介できればと思います。 OK ですね。じゃあまずはですね、1台目、一番ナチュラルなノーマルにほぼ近い内容の、車でございますと。この車は、僕の2号機、エンジン全くノーマルです。で、マフラーに関してはレイマックスの65パイの頭頂パイプと、レイマックスのキャタライザー、そしてリアマフラーは、マインズのプロチタン3ってやつですね、のマフラーが入ってる、サイレンスプロチタン VX プロチタン3ってやつですねが入ってるマフラーになります。じゃあエンジンかけますよ。お願いします。めっちゃ静かでしょ。静かですね。そうなんですよ。このマフラー、マインズのサイレンス VX プロチタン3っていうマフラーになりますね。そんな近くて音割れない？大丈夫？でレイマックスのフロント頭頂パイプと
触媒も、レイマックスの触媒がついているという感じの音になってます。もちろんこの音量車検対応ですね。めちゃめちゃ静か、ビビるぐらい静かという感じです。 OK ですか？じゃあちょっとアクセル吹かしますね。いきますよ。はい。だいぶかぶってんな全然乗ってないからねこんな感じでした。どうですか？いや、やっぱ静かですね。静かなんですよ、静かなんですけど、高回転時の音が俺このマフラー一番好きかな。なんつったらいいんだろうな、32で入れてるガナドールのチタンとねまたちょっと違うんだよね。ガナドールはこう途中まで結構音圧があるんだけど、途中からね音圧がこう抜けちゃってね、なんかちょっと抜ける音がするんですよね。で最後の方にちょっとこうなんかやっぱ音圧が出るんですけど、このマフラーは最後の方の高回転の音がなんかカーンってこううなるような音がするので、僕はかなり好きなマフラーなんですけど、まあとはいえめっちゃ静か、マジで静かなんですよ、っていう感じの、マフラーでございました。 OK ですね。はい、じゃあ第1のコースこれで終了という形になります。だからまあここまでのマフラーサウンドが欲しければさっき言ったようにレイマックスのフロント65パイ頭頂パイプね、これがだいたい12、3万ぐらいあれば買えるのかな今、そんなしたかったっけな。で触媒が12、3万ぐらい、でリアのマフラーいくらだと思いますか？チタンだから高そうです、ね、高そう、はい、15万惜しい、28万ぐらいです。26万だったかな。結構しますね。結構します。50万あればここまでいけるという感じですかね。はい、じゃあちょっとずらしますね。でですね、じゃあ第2のコースいきます。本当は端からちょっと行きたいんだけど、実はねこの白の 33GTR、これも同じね、マインズのマフラー入ってるんですよ。マインズ。そう、なので、どうせだったら聞き比べっていうところでこっちから行ってみようと思います。OK ですね。でこの車は先にエンジンの内容を改めて言うと、タービンは GTSS のタービンが入ってて、エンジンは目黒メンテナンスさんでフルオーバーホール済み。で、カムに関しては透明のポンカムタイプ R が入っているという感じのまあチューニング内容になっていて、ブーストはだいたい1キロぐらいで馬力は400馬力ぐらいに抑えてるみたいな、一応そんな仕様になっております。でこれがエンジンの仕様、でマフラーに関してはフロントがトラストの不等長パイプというのが通常の形と同じパイプ、で触媒に関してはノーマル純正なの。触媒純正なの。そうで、リアマフラーがマインズの、サイレンス VX プロチタン3ってやつが入ってると、俺と同じやつが入ってるという感じでございます。 OK ですね。はい、じゃあちょっと移動するんで一回エンジン閉じますね。じゃあエンジンかけます。よいしょ。なんか音が全然違うの分かる？いやさっきとは違いますね。やっぱ音の質も違うでしょ。なんかちょっと高くてさ綺麗な甲高い整った音が頭頂パイプのマフラーなんですね、フロントをね。でやっぱり GTR の本来の不頭頂パイプっていうんですかね、のフロントパイプだとこういうちょっとのぶとい音がするような感じになっていて、でまあ出力も上がってるしカムも入ってるんでノーマルのエンジンよりかは出力はあるので、多分ねこっちの方が多少アイドリングの音もうるさいと思うんだよね。そうですね、さっきよりは明らかにだよねっていう感じでした。じゃあ早速踏んでみましょう。いきますよ。こんな感じですね。音割れしてない？大丈夫そう？このぐらいだったら大丈夫です。そう、カムが入っているんで、まあでもそんなにばらつきはないかな。でもちょっとバラ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 っていう音がさ、ちょっとわかるかな。そうですね、ち
ちょっとバラバラしてるでしょ。そうこれがねやっぱねチューニングカーっぽいなっていう僕のイメージなんですよね。そう OK ですか。はい、はい、一応こんな感じでございます。じゃあ一回下げますね。はい。ちなみにヨッシーさ、この車目黒メンテナンスさんで、はい、電磁式のバルブも入ってるのよ。バルブ。そう電磁式のバルブが入ってるから、はい、これでほら静かになったでしょ。こんな感じでご近所様にも安心のしようと。だいぶ静かになりますね。だいぶ静かになるでしょ。だから逆に言うともうほぼペタって蓋してるみたいな感じだから、アイドリングかちょっと動かすぐらいしかやらないでっていうふうにはお客様には言われてますね。はい、はい、じゃあ次行きます。次はですねこちらの車です。エンジンかけますね。はい。はい。この車は、GTR の中でも、一般的に多分ここら辺までいじってやるのが一番多いんじゃないかなっていう仕様ですかね。はい。エンジン自体はノーマルで吸排気ブリッツのエアクリーナーが入っていて、はい、でマフラーがやっぱりフロントパイプから、触媒リアマフラーまで変えてあるという感じの仕様で、エンジンに関してはノーマル、タービンに関しては R34 のタービンに変更してあると。でカムに関しては、透明製のポンカムタイプ R、これが入ってると。であとは、インジェクターとか、コンピューターアペックスのパワー FC とかで制御してあると、一応そういう仕様になっていて、でブースト、1ぐらいで400馬力、ドライバックだと 1.2 で430ぐらい出てる車になってます。OK ですね。はい、じゃあこれもちょっと移動してマフラー取りましょうか。はい、音量的には多分この車が一番うるさいかな、今日撮る中だと。ね、カムが入ってるからバラバラしますね。いいですね。これ調子が悪いわけじゃないですからね。これが正常なんですよね。じゃあ行きますよ。はい、いいでしょ、ドロ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 いって。でこの車のマフラーは、はい、フロントパイプが、藤原オートさんの、65パイの頭頂パイプかな。さっきのこれはさマインズ製の65パイですよね。はい、でこっちは藤原オートの65パイステンレスのパイプと、触媒に関しては、サードの触媒スポーツ触媒が入ってて、でリアマフラーは、ジースっていうメーカーの、90パイの、マフラーが入ってるという感じになってます。なのでだいぶ太いんじゃないかなという感じですね。出口じゃないよ、中間パイプね、90パイっていうのはね、はい、っていう感じになっています。でもですねこの車やっぱり型式が E-BCNR33 E- の排ガス規制の時なので、はい、この音量でも車検対応なんですよ。これでいってるから、もちろんその検査員によってっていうよりか、正確に言うと多分ね触媒とか焼けて音量が大きくなれば、はい、次回の車検どうなのって話はあるんですけれども、はい、この車は前回の車検2ヶ月3ヶ月前ぐらいの車検はこれで取ってるんで。なるほどっていう感じです。はい、でかつしかもこのお客さんマフラーこだわりあって、はい、このマフラー4本目ですから4本目で完成したサウンドと、はい、やっぱりそれだけの音だよね。いい音してるなと思います。はい、OK ですね。はい、はい、じゃあこれ戻しますね。これはやっぱ音量音圧が一番出てるからボボボボってすごいよね。はい、では次はですね、はい、この車行きましょう。僕の3号機ですね。はい、まだ
今回初じゃない、お披露目するのそうですね。ね。そう出てきたの初ですね。はい。行きましょう。でもね、全容は言わないです、まだ。でこの車はあれですね、エンジンはノーマルで GTSS のタービン入って、ガスケットとかヘッドガスケットとかやってあると、はい、であとはコンピューターがモーテックのコンピューターが入ってるっていうのが、この車の一番のセールスポイントというかトピックになるんじゃないかなと思います。 OK ですね。はい、はい。でこの車もカムは、グループ A カムですね。レイマックスのが入ってる、だいぶきつめのやつが入ってるものの、はい、やっぱりモーテックでチューニングされてるのでアイドリングは安定するという形ですね。はい、でマフラーに関しては、俺の34のもう1台の方と同じ、やっぱりレイマックスのフロントの頭頂パイプで、触媒に関しては H ケースの触媒ですね。はい、リアマフラー、これねすごいんですよ。もうなかなかこれはね買えないよ。レイマックスのチタニウムマフラーですから、持ってる人少ないんじゃないでしょうかね。買えないんですか？もうね今売ってないんですよ。レイマックスはねマフラー今作ってないんだよね。ステンレスもこの間ホームページが消えてたんだよな。そう手に入れることができないんじゃないでしょうかね。超レアものです。はい、じゃあマフラー音いきますよ。どうですか？多分吹き上がり方はこいつが一番早いと思う。多分ね僕のノーマルと比べたら全然違うと思うので、じゃあこのマフラーにしようと思っても残念ながらこいつ売ってないので、ちょっと自慢なポイントでございました。中古でも中古でもないね。だいぶずっと俺見てるけど、これなかなか出てこないと思う。OK ですか？はい、はい。こんな感じですね。はい、そうなんですよ。中古でもね見たことないかな。俺だいたい2日に1回はヤフオクでさ、はい、GTR のパーツは全部バーって洗ってるけど、はい、見たことないかな。これもねたまたま実はちょっと縁あって、買うことができたやつで、仮にこれを今ヤフオクとか出てきたらいくらするんだろうね。勝手にイメージだけど多分30万は絶対切らない。多分50万とかしても全然いいんじゃない。なんかそのレベル、個人的にね。何言ってんだって言われるかもしれないけど、はい、はい、じゃあ最後こちらですね。エンジンかけます。はい、はい。でこちらはですね改めてですけれども、ニスモンの S1 エンジン、はい、F スポーツ仕様の、チューニングというか、エンジンが組み込まれているという感じになっていて、内容的にはピストンですね、 N1 のピストンで1ミリオーバーサイズなので、排気量が 100cc ぐらい上がってるのかな。馬力ももちろん上がってるんでしょうね。はい、っていうのと、シリンダーブロックは 24U 強度の高いやつですね。 05U じゃなくて 24U の方が、ついてると。でタービンは、スタンダードのタービンで、アウトレットだけちょっと確か変わってるのかな。でざっくり馬力に関しては500でもなんか550でも良さそうなんだけども、400馬力にあえて落としてあって、はい、ブーストも1キロまでにしてくださいっていう風になってるという仕様でございます。はい、ニスモの超安全高耐久性のあるエンジンといったらいいですかね。はい、でもちゃんと400馬力でチューニングされてるという感じです。はい、でカムに関しては、ニスモ製のカムが S1 エンジン専用のが入ってるという感じですね。はい、はいはい、ではでは最後はこの子行ってみましょう。で、マフラーに関してはフロントがフジツボ製の頭頂パイプ、はい、で触媒がサードの触媒
でリアマフラーは HKS のスーパーターボマフラーですね。まあこれ比較的よく見る形じゃないですか。これはよくね、よく聞く形だよね。じゃあいきますよ。はい。OK？はい。こんな感じでございました。スーパーターボマフラーって結構RB に入れると特徴的でさ、なんかパの音、パーンっていう音が結構鳴くんですよね。なってますね。だからこれはね、なんか入ってるの車はだいたいこの音っていう感じ。はい。そうでもう多分これで車検取ると思うんだよね。これこのまま。そう、はい、なんかね、まあ前もちょっとなんかの動画でお話したか、まあはい、ここがそのフクロウの羽をイメージしてて、はい、近いところでの音量を抑えてるらしい。こういうアイドリング時とかの近いところの音量をこのフクロウの羽をイメージしたこのあれで抑えてるらしいです。でもひとたび走り出すとその羽は何のそのいきなりこうパーンという感じの音になってますね。でやっぱりちょっとバラ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 っていうのがまあいいよね。こんな感じでした。はい、OK ですか？はい、はい、はい、よし君、一応そんな感じで、はい、今日は5台特集という感じでございました。はい、はい、はい、じゃあよし君、一応そんな感じで、はい、今日は、まあ、第1弾の動画はエンジンのそれぞれ、ね、ちょっと GTR5 台並べさせてもらって、第1弾はエンジンの特性、内容、仕様それぞれみたいなところをちょっとお話しさせていただいて、まあ、この動画の第2弾はそれぞれのエンジンについたそれぞれのマフラーのサウンドですね、はい、これをチェックしていただきました。皆さんはどれが一番良かったでしょうかっていうのを聞きたいですね。はい、ヨッシーはどれが一番良かった？いや、やっぱりこの HKS マフラーの音が好きですね。なるほど、なるほど。S1 エンジン積んだ。はい。そうだね。まあこれが一番音量とかもあれだし、ばらつきもそうだし、なんかチューニングカーっぽいかなっていう感じでしたかね。はい。はい。皆さんの意見を聞かせていただければと思いました。はい。じゃああとヨッシー君なんか質問あれば。はい。この5台もほとんどだと思うんですけど、リアマフラーはもちろん変えるとして、はい、それ以外にもフロントとか大体変えてるじゃないですか。そうだね。全部基本はやっぱ変えないとダメなんですか？リアだけだとダメっていうのはあるんですか？なるほど、はい、変えないとダメなことはないと思うよ。ダメか。もちろんノーマルであれば、はい、全然大丈夫です。リアマフラーだけ変えて、はい、ちょっと排気の効率を良くしてあげて、はい、まあ音もねそれにくっついてくれば楽しいじゃん。そうですね、っていう感じで全然いいとは思うんですけれども、ある程度一定のパワーを上げようとすると、はい、やっぱりフロントパイプもそうだし、あと触媒、はい、でめっちゃ詰まるんですよ。で言い方変えると、これはねちょっと俺も真相は定かではないですよ、もちろん、はい、ないんですけれども、もともとのその RB26 のエンジンって、はい、まあねグループ A とかで500馬力600馬力とかで走ってたっていうのがありまして、はい、そのまま普通に組んじゃうと馬力が出過ぎちゃうんですよ。なので、はい、オーバーラップ0度とかってよく言うけれども、市販車として当時は280馬力まで抑えなきゃいけなかったんですので、はい、あの手この手で抑えてたっていうのがあります。はい、R32GTR の、ノーマルのマフラーとか見ると、はい、すんげえ角度で曲がってるから、むしろ排気効率めっちゃ悪くしてんじゃねえこれみたいな、はい、っていうのがあるんですけれども、やっぱそれをちょっとずつこうストレートにしたり、ちょっとずつ広げていくと、ちゃんとした元の RB のパワーが出てくるっていう感じなんですよね。はい、なので、まあ、それをやっていくと、まあ、リアマフラーはもちろんふん詰まってる触媒を変えてあげたりとか、はい、あとやっぱフロントパイプも変えてあげた方がいいよねっていうのがあって、はい、で俺はやっぱりフロントパイプは、まあ、最近の流行りやっぱりこの5台中4台とも、頭頂パイプですから、はい、長さが頭頂の、ね、こう2つ出てて、普通につけるとエンジンが前だとして普通にターボがあってこう出てくるよね。はい、同じところにこうやると前の方が長くて後ろの方が短くなりますよね。はい、でそれをこう R をくっつけて長さを均一にしてあげると、はい、そうするとまあ排気効率も良くなるし、はい、音に関しても変わると。でやっぱり、最近の GTR 乗りの方は大体頭頂パイプ入れて音質を結構いいものにしてるっていうのがあるので、まあ、トレンドっちゃトレンドなんだろうねっていう感じなので、変えなくてもいいけれども、ある一定ラインからやっぱ馬力を上げるためには必要だし、まあ、音質を求めるにはなお必要という感じでございます。はい、だから唯一ノーマルがついてるのはあの白の335の触媒だけ、あれは触媒ノーマルだからです。そうでしたね。そう、あれだけ、なんですけれども、あれはもうさっさと本当に車外に変えちゃった方がいいよねって個人的には思いますという、そんな感じです。
OK ですか？わかりました。はい。じゃあ一応そんな感じで、今日はこの5台取らさせていただきました。で、この後はですね、シルバーの GTR、あれはもうホームページに載ってます。はい、で、33の白の GTR、これ買い取りでいただいたお車なんですけど、これまだ乗ってないので、これ取ろうと思ってます。はい、で、この R34GTR、S1 エンジン搭載の、これもお客様から買い取りでいただいた車なんですが、はい、これも一応動画は撮ります。でも多分買わないと思う。買わない。普通のお客さんが。なんでか、なんでだと思います？いじりすぎてる。いじりすぎてる。いじりすぎてはない。多分高すぎると思う。値段の問題。そう。なんでその値段なんのみたいな。俺も思うもん。なんでその値段なの？そんなにですか？そう。そんなになんですよ。そんなにだから、いやそれ言ったとて。なんか叩かれるのも嫌だなみたいな、なんでその値段で売るんだよって言われるのも嫌だけど、俺もだってその値段で買っちゃってんだからしょうがないじゃんとか思いながらさ、そういうことですねっていうのがあるんだけど、っていうのがあるんですけど、まあせっかくねいい車ですから、紹介しようと思ってます。はい、でじゃあ白の34は2台ありますよね、パールとあれは。はい、あれはこれは一切売る気ないので、残念ながら奥にしまって1台はちょっと自宅に持って帰るという感じになると思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ本日ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。なんといってもここですね、スチューンコンセプトエンジンスペック1大森ファクトリーって書いてありますね。 F スポーツ仕様にしてもの LMGT4 いくらだと思いますか？1500万。まだ足んないです。